皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正幸が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。それではコメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これもだいぶ続きましたね。もう一月ぐらい経ったのかな。一月、そうですね。経ってます。嬉しいことでございます。はい。視聴者の方もどんどん増えてきたみたいで、はい、先々週になるのかな。今、伊沢元彦さんに出てもらって、伊沢さんのところの YouTube の視聴者をこちらにごそっとまではいきませんけど、ちょっといただいたということで、伊沢さんありがとうございましたということです。で、今日のゲストはね、もうまた特別な、私にとっては本当に特別な方で、産経新聞の論説委員の佐野晋介さんです。私から紹介させていただきます。佐野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐野さんとは私ものすごく古い出会いでして、今から50年前というのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、私が27歳、6歳の時かな、ぐらいから、宮崎の巨人軍のキャンプに小学館の五郎の記者として行っていた時に、佐野さんもそこにおられて、いろいろそこで出会って、それ以来ですね、佐野さん。そうですね。あの頃私は放置新聞によりまして。そうです、そうです。はい。はい、放置新聞のジャイアンツ担当という形で、まあ、特に原辰徳さんが、新人の年。新人、そうですね。私、原版という形でおりました。それ、放置新聞の原版ってのはもう、それは、ある意味エリートコースになるんでしょうかね。そういうわけではないね。ただ、あの頃は、佐野さんどうですか？楽しかったですね、いろいろ。何か。楽しかったですね。取材も割と、なんていうか制限があんまりもう。あんまりなかったですね。それほど、高くはなかったですね。おおらか非常に自由に動けましたね。はい。そうですね。まあ私はそんな中でも取材拒否、出入り禁止に2度なりましたけれども、ただ監督が変わるとそれも解かれるというような、そういうおおらかさが、そうです。おおらかさがあったところもありました。まあそんなところですね。どうですか佐野さん自身は、富山県のご出身で、それで、早稲田大学を出てから放置新聞に入られて、その後産経新聞に移動されて、で、産経新聞に移動された時にはもうシドニーの支局長などもされて、IOC のバッハ会長にも、インタビューされたと。そういう経歴の持ち主だっていうことでよろしいですよね。まあそうですね。ただまあ、バッハさんよりは私はどちらかというとロゲさん、そうですか。はい。ロゲさんの時代がほとんど長かったんで、バッハさんはその当時は副会長だったり、理事だったりそうですね。時代でした。はい。ロゲさんが IOC の会長の時は、私も日本の大教100周年記念というので、ロゲさんが日本に来られて、記念公演をされたの。聞きに行きました。新高輪プリンスホテルだったと思います。で、広いところで。素晴らしい、公演で、私、本当に感服しましたですね。今の、スポーツの問題点、要するに女性問題であるとか、それから、肥大化しすぎた、IOC、オリンピックの問題とか、もう、短い45分ぐらいの間に全部をきちんと喋られて、非常に感激したのを覚えてるんですが、やっぱり、そういう根本的にロゲさんというのはそういう人だったんですかね。まあ、もともとが、整形外科のお医者さん。極めて、理系頭の方ですよね。なるほど、ね。で、なので、そういう意味では論理的に物を運ばれるという方。はい。で、ロゲさんの、その前の会長が、ファン・アントニオ・サマランチという。サマランチ。ある意味では、功罪というか、特に
割と財の方がクローズアップされて、オリンピックの肥大化を招いたとか、商業化を突き進んだとかっていうふうな言われ方をしましたけれども、まあ、一方で、オリンピックというか、オリンピック運動を立て直した部分もあったんですね。サマランチさん、4つの M と言いまして、はい。まあ、サマランチさんが会長になった時が、1980年なんですね。はい。ちょうど、彼は、モスクワ、アメリカの、まあ、はい、ジミー・カーター大統領の提唱で、日本も一緒になって、モスクワオリンピックをボイコットした。つまり、東西冷戦構造の中の真っ只中にあった時ですよね。はい。で、その時に、まあ、彼が会長になって。はい。で、まあ、オリンピックは、まあ、いろんな政治的な余波、あるいは経済的な問題があって、非常に苦しんでいた時代。で、それを、まあ、ある意味では、まあ、立て直した。財政を立て直して、いわゆるオリンピックに、まあ、ビジネスというものを持ち込んだ人ですね。で、それが、まあ、非常にちょっと悪影響が出過ぎた部分があったところで、ロゲさんが登場して、まあ、自分は外科医であると。外科医であるから、まあ、悪いところを切るのが自分の仕事であると。そういう形で彼は、まあ、オリンピックの、まあ、いろんな問題について、まあ、着手しようとしたんです。なるほどね。結局、まあ、終局的に、まあ、オリンピックの肥大化の防止っていうのはできなかった。これはさすがにいろんなことがあってできなかったんですけれども、まあ、あるいはクーベルタンの精神に立ち返れということでユースオリンピックを始めたり、まあ、いろんな意味で先ほど玉木さん言われたような、こういう女性の問題とか、そういったことを非常に熱心に取り組んだ、そういう人でしたね。今言われた1980年、サマランチさんが IOC の会長になって、からボイコット、モスクワオリンピックの大ボイコット事件があって、その4年後のロサンゼルスオリンピック、これが、まあ、いわゆる商業化の起点になったというふうな言われ方もする一方でね、例えば春日良一さんなんかに言わせると、要するに IOC 自体が、要するに政治から関与されないように、財政基盤を持つんだというような方向性はあったわけですよね。これは認めて、それの肥大化としての、ですよね。その肥大化の部分の、その悪いところを切らなきゃいけないっていうことで、進んできたわけですね。まあ結局、ごめんなさい。まあいわゆる政治に左右されてきたわけですね。そうですね。だからそこの中で、まあしっかりした財政基盤を持つということが、まあ、大事だということであったということです。まあ、それが肥大化につながったことも事実なんですけれども、さて今度、新しい IOC の会長が決まりました。ジンバブエ出身で、女性で41歳の若さでということで、これはバッハ会長の後押しもあったそうなんですが、一回の、かなり有力な候補が多かったもので、例えば、イギリスのセバスチャン・コーさんであるとか、日本からも渡辺森成さんが出たりとか、それから、ファイサル王子であるとか、いろんな方が出ているので、かなり揉めるかと思ったら、一回の投票で過半数になっちゃったということになってます。このカースティ・コベントリーさんというこの女性の方、これについては、佐野さんどう思われてますか？私は、コベントリーさんが有力だっていうのはずっと、まあ、これ、前、玉木さんの番組でそんな話をしたかもしれませんけれども、まあ、はっきり言って、コベントリーさんか、サマランチジュニアか、どちらかはい。サマランチジュニア、はい。はい。で、まあ、正直申し上げて、渡辺さんは、まあ、最初からまあ、もうちょっと難しいだろうという、それはありました。なるほど。で、まあ、コベントリーさんの場合は、まあ、実は、まあ、はっきり言えば、第3期バッハ政権に見方をした方がいいかなと思います。第3期。というのは、まあ、やはり、バッハチルドレンがもう、IOC の中の6割占めてるわけですね。IOC の理事の中のというか、はい。そういうことですね。だから、いわゆるバッハ会長以降に委員になった方が、
もう、それだけの数いるわけですね。3分の2という話ですね。全体の。そうですか。だから、そういう意味では、もう、バッハさんの一声で、もう、決まるという、そういうことが、まあ、予測されたわけですね。で、本来は、実のところ言うと、バッハさんは参戦を、いわゆる規約改正をして参戦ということを考えたかった。だけども、これ家族に止められたっていう話を聞いています。ああ、そうですか。だから、まあ、そういう意味では、まあ、これはわかりませんよ。はいはいはい。まあ、本人に聞いたわけではないので、はい。ちょっと無責任な言い方になってしまいますけれども、ただ、そういう意味ではまだまだ彼自身も、まあ、玉木さん、我々と同年配ですから、はいはいはい、まだ野心もあるし、体も動くし、というところなので、やりたかったことは事実なんですよ。で、だから、まあそういう意味では、自分の影響を残したいという感じがあったというふうに思います。私、コベントリーさんを紹介するときに、アフリカのジンバブエ出身で、年齢が41歳と若く、また新しく女性だというので、いかにも革新的に喋ったんですけれども、どうもバッハさんの陰性というような、そういう形になる方が強いんでしょうかね。まあ私自身、まあもちろん、コベントリーさんは能力のある方なので、まあいろいろこれからやられていると思いますし、まあ、革新色、そういう意味では、まあ、彼女自身の独自色を出していかないと、これはなかなかついてこない部分もあると思うんですけれども、まあ実際のところ、彼女自身が、まあ、理事になられて、それほど、まあ、いわゆる経験も豊富なわけではないと思うんですね。ああ、なるほど、ね。そういう意味では、まあ、いろんな意味で、まあ、名誉会長である、バッハさんの意見を参考にする形になりますよね。なるほどね。渡辺森成さんなんかだったら、結構斬新なこと言っておられてね。例えば、オリンピックの5つの5大陸で、の土地で、同時にオリンピックやろうよなんていう、かなり斬新な、できるかどうかは別として、ことを言われてたんですが、コベントリーさんはそういう革新的なことっていうのは、あまり口にされてませんよね。あまりというか、口にされてませんよね。渡辺さんの革新的だと言うけれど、じゃあオリンピックの精神って一体何だろうと。オリンピックって、いや、同時に競技会をやるということではないと思うんですよ。ああ、なるほど、なるほど。オリンピックっていうのは本来的には一つのところに集まって、選手村にで皆さんが交流をしながら相互の理解を進めるということが前提なんですよ。なるほど。5つに分かれるという。オリンピックを、まあ、破壊しようという部分があったかもしれない。なるほどね。意見は。なるほど、ね。そういう意味では保守的なオリンピックの、まあ、運動を、まあ、信奉する方にとっては、これは、ある意味では、オリンピックの精神を履き違えてんじゃないかと。ああ、なるほど。要するにオリンピックを競技会にしてしまう。はい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 。ということになる。じゃあそれは存在意義は一体どこにあるんだろうということになるんじゃないかなって気がしますよね。なるほどね。まあそんな中で、オリンピックもうすぐ、冬のオリンピックでイタリアのミラノコルチオダンペッツォ大会があった後に、ロサンゼルスオリンピックがあって、ロサンゼルスの後が、どこでしたっけ？オーストラリアの、ブリスベンですね。というふうに決まってますが、さてこのオリンピック、これからどうなっていくんですか？それとどのようになればいいと、佐野さんなんかお考えですかね？これ本当に難しいですよね。だから、まあ、今ほども、まあ、ちょっと、まあ、違う見方をして、まあ、申し上げたけど、渡辺さんのような考え方がこれから出るかもしれない。なるほど。というのは、もうオリンピックをそういうふうに見ていく人たちも出てくるだろうということですね。肥大化対策としては、そういう形が、まあ一つはかもしれない。そうですね。予算を少なくするとかね。何かするということではなくなる。でもそれでいいのかっていうもう一回考え直していかなきゃいけないんじゃないかな。で、それとやっぱり、これだけ、まあ、競技が広がっていって、いろんな競技がまだまだオリンピックに参画したいというふうにある。ということは、競技の入れ替えとかも考えなきゃいけない。
まあ、伝統的な競技も含めてになりますね。はい。それはロスでも、例えばボクシング、これまあ外されるかもしれない。でも、そうですね、ボクシングってのは、もう、これはもう古代ギリシャか古代からある、はい。いるスポーツなんですよね。だからそれを外すことはいかがなものかとか、いろんな見方が出てくると思うんですよね。そうですね。まあ、そんな中で日本がオリンピックに関わるのはどう関わればいいかって考えるときに、はっきり言うと、札幌オリンピックの招致、これは大失敗したわけですよね。最初はもう札幌に決まってるんじゃないかっていう声もあったにもかかわらず、なんと言いますか、IOC のオリンピックを考えている人たちとの交流がすごく薄くなって、一緒になって、企画を考えることもできないままに、なんだか東京オリンピックの裏金問題とかが出てきて、結局みんなにというか IOC から嫌がられてしまったと。ね、その後の未来のオリンピックって考えたときに、日本はかなり、外されるような感じがしてるんですが、これどうですか？日本は関わっていったらいいとお考えですか？外されるというか、もう外されつつありますよね。要するに、はい、まあ、いわゆる中核からなかなかその日本が意見を取れなくなってきてんじゃないか。まあ、それがまあ、札幌の失敗につながったという、玉木さんのご指摘通りだろうと思います。やっぱり、IOC が何を意図しているのかということが読めない。やっぱり、JOC が、やっぱり、きちっとそういうことをやっていない、フォローしていない。これは IOC 委員の責任でもあるかと思います。日本の IOC 委員の方の。なるほど。だからやっぱり IOC は変なそのものを狙っているのかということをきちっとやっぱり理解しなければいけない部分がやっぱりあると思うんです。ただ、IOC 自身はオリンピックとかスポーツ競技についてかなり進んだ考えをしてますよね。要するに SDGs の問題であるとか、それからジェンダーの問題であるとかっていうことについては、これからもかなり大きな問題で出てくる。それからトランプ大統領がジェンダーについては、かなりもうはっきりした、もう人間は男と女しかいないんだと。要するにジェンダーフリーなんていうのは認めないみたいなこともまで言い出したと。さて、そんな中で、将来、日本がどう関わって、オリンピックがどう変わっていったらいいのかっていう、その辺の理想はどう思われますかね。トランプ大統領の考え方みたいなのが、だから今度、2028年にどんな形でぶつかるのか。これがちょっと私は見てみたいと思うんですね。で、もう、まあ、いわゆる、トランプ政権下でオリンピックを、ロサンゼルスオリンピックが開かれるわけなので、IOC とどういう、まあ、いわゆる、バチバチとした戦いがあるのかという、そういうちょっと気もしているんですよ。で、っていうのはやっぱり IOC は、まあ、やっぱり、オリンピック自体はヨーロッパのものなんですよ。はっきり申し上げて。ヨーロッパの意志が結構強いんですよね。これはまあ、コベントリーさんは今度アフリカの、まあ、出身ではあるけれども、まあ、根底にあるのはやっぱりヨーロッパの人というところです。今までの、IOC の会長は、アイベリー・ブランデージ以外はすべてヨーロッパ出身の方だったということ。だからそこのやっぱりものからやっぱりまだまだ抜け切っていない。と、そうするとヨーロッパは比較的やっぱり今回パリで見せたような形、で、まあ女性をやっぱりきちっと重視していく、ジェンダーにもまあ、配慮する。まあ、いわゆる、ジェンダーフリーで臨むという、そういう形のことを目指しているのが、ロスでどうなるんだろうかという、その問題ロスでは、トランプさんに開会宣言をしてもらうことにはなるわけですよね、ルール上は。国家元首ですね。これは今、バチバチという言葉を佐野さん使いましたけども、かなりこれバチバチが起こりそうですかね、そこで。まず、開会宣言の、これ、文言って決まってるわけですね。文言って決まってる。はい、そうですね。多分、もしかしたら変えるかもしれない。トランプ側から。実際、かつてね、これは、
あれは2002年の、はい。東京オリンピックの時に、まあ、当時の大統領であったブッシュさんが文言を変えて話をしましたね。だから、そういうことがまたトランプさんの時にあるかもしれない。これを、まずここのせめぎ合いってのはあるかもしれないですね。なるほどね。春日さんがね、要するに入国するとき、要するにロサンゼルスオリンピックのために、各国から入国するときに、そこに結構問題が出るかもしれないというような言い方もされてたんですけれどもね。可能性あると思いますよ。アラブ関係はちょっと、わからないですよね。そうですね。で、これからもう一つあるのは、未来系から言えば、IOC が今、いわゆるゲームチェンジャーとして、ね、考えているのは、インドとサウジアラビアなんですよ。そうですね、はい。だから、インドとサウジアラビア、まあ、インドの場合は、まあ、いわゆる、グローバルサウスの人たちの盟主という形である。そして、サウジアラビアの場合は、やっぱり中東ということを非常に意識してますよね、IOC は。で、サウジアラビアの、いわゆる、まあ、お金の問題がある。で、これやっぱり非常に IOC にとって魅力的な市場であるという。だからこそ、まあ、これ後でお話になると思いますけど、e スポーツの、まあ、IOC の、いわゆる、主催っていうか講演っていうか、まあそういう形でやれる、まあいわゆる、e スポーツの大会はサウジでありますよね。なるほど。だからもうこれからサウジっていうのは非常に見逃せないところになってくる。で、それと、まあ、サウジとアメリカの関係っていうのを、まあ、これはまあ、多分良好な形だとは思うんですけど。そうですね。それは以前からそうですね。中東との問題ってのはやっぱり出てくる。そうですね。なるほどな。いや、もうサウジの問題はもうすぐ、アジアの冬季大会を、サウジでやって、はい、冬のオリンピック、冬の大会なんかできるのかって思っていたら、すべて人工雪で、それから都市も新たに作るような形で、やるという、これは一つの見ものですけれども、そんな中でやっぱり今言われたインド、サウジ、アラビアを中心にオリンピック変わっていくのを佐野さん喜んでおられますか？わかりません。いや、だから形がどういうふうになっていくのかっていうのがね、ただ、いわゆるオリンピックって一体なんだっていうことを考えていかなきゃいけない。もう一回。はい。だから、コメントリーさんの、大きなテーマはそこだろうと思うんですね。なるほどね。私、先週に歴史家の伊沢元彦さんに、最後にオリンピック、って本当にいいのこれはこのままでと言われたときに、たった唯一、私がものすごく喜んでいるのは、オリンピックの開会式で必ずイマジンを歌うことになったと。これはものすごい、評価してもいいことであって、歌の力は強いんだと。オリンピックは平和運動なんだって言ったけれども、最後に、佐野さん、今の私の意見どう思われます？ちょっと、あれですかね、なんていうか、楽観的すぎますかね。まあいえ、そうは言いませんけど、やっぱり、玉木さんやっぱりロマンチストだなっていうのを改めて。ありがとうございます。でも、やっぱりオリンピックは平和運動ですよね。そうです。ですよね。だからこそ、一つのところで、先進が養って相互理解ということをきちっと抑えていかないと、単なる競技会の親分になっちゃうわけです。なるほどね。そうであったら存在意義はなくなります。なるほどね。いや、よくわかりました。オリンピックは平和運動であるということを、まだ私もジャーナリストとして、これから日本のメディアに向かって訴えていきたいと思います。佐野さん引退しないでね、一緒によろしくお願いしますね。ということで、第1回目、はい、佐野親戚さんとの第1回目はこのぐらいにしておきましょう。はい。次回は今週のテーマ、スポーツの未来はどうなるべきかのエピソード2。日本の野球の未来はメジャーの2軍にです。引き続き佐野さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。